第2章、健全な生活。問い、いかなる種類の人が最も理想に近いか。真の人者、真の鉄人。真の人者とは、いつもその同胞の幸福と進歩とに貢献すべく心がけている誠の人物、誠の神の子である。また真の鉄人とは、知識のために知識を愛する。これもまた誠の人物、誠の神の子である。前者は人種、土地、郷里、名称などの相違に留意することなく、その莫大なる郷里に地上一切の人類を包容せずんばやまぬ。彼は相手の意見などには頓着せぬ。彼はただ相手の欠陥を察し、これに知恵の光を注ぐことをもって必正の念願とする。それが真の人者である。が、世には往々人者の偽物がある。それらは自己に迎合をアフする者のみを愛し、これに金品を与えて虚名を博すべく努力する。それから真の鉄人。彼は決していかなる学説にもとらわれない。またいかなる宗教宗派のドグマにも肯定しない。そして卑しくもそれが真理であり、科学的な事実でさえあれば、一切の先入的偏見を排除して、千万人といえども我遺憾の害をもって、宇宙間の陰微を探るべく、勇を邁進する。無常の幸福、無常の満足がその間に湧き出る。天地間の法蔵は無限であるから、かは、業も材料の枯渇を憂うるには及ばない。くめども尽きぬ知恵の泉、取れども尽きぬ思想の宝、世にも幸福なるは、誠の鉄人の生涯である。以上二つの結合。人者と鉄人の結合こそは、まさに完全人の典型である。両者を兼ねる者は、その一方のみで進む者より、はるかに進歩が迅速である。問い、生命は永遠？永遠の生命。しかり、我らはいずれの方面から考えても、しか信ずべき理由を持つ。が、生命には確かに二つの階段がある。他でもない。それは恒常と黙想との二つである。我らはまだ恒常の途中にある。我らは地上の人類が想像する以上に、奥へ奥へ奥へと生命の階段を登るべく努力しつつある。したがって我らは、まだ黙想の生活につきては何事をも知らない。が、おそらく向上進歩の最極限に到達した遠い遠い無限の未来において、我らが過去世の一切から離れ去り、天々の真光に浴しつつ静かに黙想の生活に入る時がないではあるまいかと思う。それにつきては我々は何事も言えない。それはあまりにも高きに過ぎる。地上の人間としてそこまで考えようとするのはけだし早きに失する。地上人として関心を有するのは無限の生命のほんの入り口。死および死後の生命の問題で、奥の院の問題ではない。問い、あなたは地上にいた時よりも神につきて多くを知るか。神の働き。我らは地上生活中におけるよりもはるかに多く神の働きにつきて知ることができた。死後の世界において一つ一つ階段を上るにつれて、より多く神の愛、神の知恵の無料無返済であることが分かってきたのである。が、我らの神につきての知識はそれ以上には出ない。今後においても最後の黙想の生活に入るまでは依然としてこの状態にとどまるであろう。要するに神はその働きによりてのみ知られるに過ぎない。問い、善と悪との戦い。その他につきて教えを受けたい。悲鳴の死と罪悪。地の世界には周期的に相当が起こるものであるが、霊的眼光を持ってこれを考察すれば、筆記をそれは善悪の霊と霊との相当である。すべて世の乱れるのは未発達の霊魂の数が不釣り合いに多くなった時で、したがって大きな戦争の直後は人心の悪化が
特に目立ちて強烈である。他なし多くの霊魂が無理に肉体から引き離されて起遊するからで、つまり資格のない未熟の霊魂が誘拐に充満するわけなのである。しかもそれらの霊魂は死の瞬間において憤怒に満ち、残忍性に満ち、まるで悪鬼夜叉の状態に置かれている。そんなのが死後の世界から人間世界に働きかけて、いつまでも波乱の種をまく。一体霊魂が無理無理にその肉体から引き離され、劇場と増年度に満ちたままで誘拐生活に突入するほど危険なことはない。天寿を全うすることは大自然の原則である。玉の王は決して人力をもって断ち切ってはならないのである。故に死刑ほど愚なる、そして野蛮なるものはない。死後の生活状態、死後の向上進歩を無視するのは野蛮である。未発達の怒れる魂を肉体の檻から引き出して自由自在に暴れさせるは愚である。すべて地上の人たちはいかに犯罪人を取り扱うべきかをまだ少しも心得ていない。犯罪者をしていつも一層堕落せしむるようにばかり仕向けている。犯罪者はすべからく悪の影響から隔離され、高潔なる空気に抑しつつ善良の感化を十分に受け入れられるように工夫してやるべきである。しかるに地上の極者制度はその正反対をやっている。あんな悪漢と悪霊との巣窟に犯人を収容して、いかにしてその改善を期待することができよう。犯罪人とて必ずしも悪人とは限らない。その少なからざる部分は単に無知から罪を犯したのである。しかるにそれらが一旦極者の空気に浸ったが最後、多くは真の悪漢と化していくのである。他なしそこで悪霊を背負い込むからである。そして最後に犯人を極刑に処するに至りて、その愚や真に及ぶべからずである。肉体に包まれている間は霊魂の働きに限りがあれど、ひとたび肉体を離れたとなれば縦横無碍にありとあらゆる悪魔的行為にふけることができる。ああ、盲目なるかな地上の人類。汝らは神の名において過ちを犯せる人の子の生命を断ちつつある。思え、殺された者の霊魂が汝らに対して復讐の念を燃やさずにいると思うか。汝らがかかる非行を演ずるは筆教神の何者たるかを知らぬからである。汝らのいわゆる神とは汝らの本能が作り出したる人造の神である。大威張りで高いところに座り込んで最高の名誉と最大の権力を共有し、お気に召さぬものがあれば片っ端からこれを傷つけ殺し、また苦しめる大暴君、大悪魔。それが汝らのいわゆる神である。誠の神は断じてそんなものではない。そんな神は宇宙間のどこにもいない。それはただ人間の浅はかな心にのみ存在する。しかり友よ、地上の極者制度並びに死刑制度は全然誤謬と無知との産物である。